おはようございます。いい加減配信、無責任 YouTuber の UFO チャンネル UFO です。1月31日火曜日、1月終わります。月人、今朝起きた時、どんな頭してんだって感じだったんです。タオル巻いて、布団が頭までかぶって寝るんで、こう、トルネード頭になって、ちょっと収まりましたけど。えーっと、え今月終わりましたね。え朝、バイト行って、お給料もいただいて、先月よりちょっと、出勤日数が少なかったんですけど、お正月手当とかもあったので、まあ大体、ちょっと少なかったんですけど、12月より。え懐が暖かくなりました。そういうのと、この UFO チャンネル、12月から始まって2ヶ月経って、視聴回数っていうんですかね。1000回数、1000件を突破しました。また、ありがとうございます。登録者はまだ相変わらず6人ですけど、皆さんありがとうございます。そんなわけで今日はちょっとお祝いムードでセレ、うーん、セレブレーションですね。結構、1週間に1回ぐらいご褒美してるんですけど、贅沢したりして、今日はそういう日にしようと思って、え予定はないんで、ちょっと出かけて、岩盤浴とか行って、ごちそう食べてこようかなと思っていますが、朝浮かんだのですけどもね、こんなのが、切磋琢磨っていうのが浮かんだんです。どっちが見えるのかな。これよく使いますよね、切磋琢磨って。あのこれ、一番上は骨や角などを切り刻む。一個ずつ意味があるんですね。さは玉や角を磨く。たくっていうのは石や玉や石をのみで削って形を整える。まは石を磨いて加工する。切磋琢磨。これ自己研鑽の意味と、それから複数の、人と人との間でこうお互いに、向上しようという努力して、物事を上達させようとかいうことみたいですね。切磋琢磨っていうのは。一人でもできるし、何かの人の中で、こういうことがあるってことみたいですね。で、朝思ったんですけど、一人一人みんな神っていうことありますよね。自分。この体が宇宙とすれば、ここに、自分という神がいますもんね。で、また、そういう、全体の
あれです。宇宙の中の神っていうのもありますけど、自分を神として見た場合、未完成ですよね。まだ、これ、全然完璧ではないですよね。誰もね。でこぼこしますよね。だからこう、やっぱりこう、形整えたり磨いたりっていうことは、神の頼しみなんじゃないですかね。で、そういうふうに、だんだんこう、最初ゴツゴツしたイガイガだったりとか、デコボコだったりとか、いいとこもあれば悪いところもある。長所もあれば短所もあるってことで、あまり光ってないかもしれないですけど、それがだんだん、光ってくる。で丸くなるんですよね。で、天理教の中山美紀さんのお話の中に、え丸い心でっていうのがあるんですよ。ちょっとこれを読ませてもらいますね。みな丸い心で。明治16、7年頃の話、久保小三郎が子供の奈良次郎の眼病を助けていただいて、お礼参りに妻子を連れておじ場へ帰らせていただいた時のことである。親様は赤木を召してお今に短座しておられた。取り次ぎに導かれて御前に出た小三郎夫婦は恐れ多さに頭も上げられないほど恐縮していた。しかし、奈良次郎は当時7、8歳の子供のこととて気兼ねもなく辺りを見回していると親様の傍らに置いてあったぶどうが目についた。それでそのぶどうをじっと見つめていると、親様は静かにその一房をお手になされて、よう帰ってきなかったな。これをあげましょう。世界はこのぶどうのようにな、みんな丸い心でつながり合うていくのやで。この道は先なごを楽しんで通る道やほどにと仰せになった。それを奈良次郎に下された。ってお話なんですね。これ逸話編って言って、当時、俺は二大新橋の時かな、生きておられた方々が、聞いた話とか知ってた話を集めたあれなんですけど、私の一番大好きなぐらいのお話です。丸い心で。で、自分の中でも丸いし、たくさんの中でもこう、切磋琢磨して丸い心になってつながっていくっていうイメージですね。で、私結婚する、前話したかな、結婚するときに、かみさんのお父さん、お舅さんがですね、一休の歌、その時は、最近になってそれは一休の歌だって知ったんですけど、人心、丸くとも、人角あれや人心、人角あれや人心。あまりまろきは転びやすきにっていう一休の歌があるんです。前週のね、一休み一休みの。アイキュさんの歌がそういう歌あって、それを結婚するときに義父が、お舅さんがくれたんです。教えてくれたんです。それはね、帰ったりなんかしなかったのに頭に入ってね、覚えてるんですよね、今ね。で、ここに2、3年、3年、2年ぐらい前じゃないかな。去年だったかな、なんか割と最近になって、誰の歌かなと思って検索して調べたら一休だったんですよ。びっくりして、お父さんそんなこと知ってんだと思って驚きましたけど、丸い心になっても、丸いとこう、
丸い心くっつけようってなかなか大変ですよね。それ一角あるとつながるんじゃないかなって朝思ったんです。それをご紹介したくて、切磋琢磨。いかがでしょうか。今日はこんな話で。私は、自分にご褒美を。今月、もう結構大変いろいろありましたからね。えーあの、お正月も仕事でしたし、手に行ったりやなんかしてね、お金も使いましたけど、えー体も使ったし、心の方もかなり使って、今日は何もしないで自分をちょっと休めようと思っています。皆さんも良い一日をお過ごしください。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネルお願いします。登録者7人お待ちしています。